Designer Hub。前回はモリスの生い立ちについて話してきて、その続きになるような感じで、大学かな。そうですね、大学入ってからの学校生活から結婚するまでを話していきたいと思います。はいですね、モリスは聖職者を志してオックスフォードに入るわけですよね、はい、でここで運命的な出会いをまず果たしますと、うん、エドワード・バーン・ジョーンズっていう人がいるんですけれども、うん、前回出てきてないかな。来てないね。来てないかな、この人は。あれですね、人生を通しての、親友になるんですけれども、エドワード・バーン・ジョーンズっていう、青年と出会います。で彼はどういう人だったのかっていうと、バーミンガムっていう町があるんですけれども、そこで絵の額縁ですよね、を製造する錬金系の職人さんの、息子として生まれます、はい。ただめちゃ貧しいんですよね、工場みたいなもんなの？そうね、多分工場とかその工房みたいなところで働いてたんじゃないかなって思うんですけど、でそのバーミンガムってじゃあどういう場所なのかっていうと、イングランド中部にある新興都市なんですよね、最近できた都市、で鉄鉱石と石炭がよく取れる場所だったらしく、ということは産業革命でめちゃくちゃ影響を受けるわけですよね、そうだね。で鉄鋼業を中心にすごく栄えます、で似たような街でいうとマンチェスターとかリバプールとかありますよね、この次に来るぐらいの規模の都市だった、栄えた都市だったらしいですね。マンチェスターもリバプールも、産業革命ですごく発展した場所っていう感じです。サッカー強いところ？そうそうそう、ね、僕サッカーさ分かんないけど多分いまだにバチバチするんじゃないですか。いやウイイレとか大体ここ選んだら強いからね。そうですよね、強いってことは知ってます、でこのエドワード・バーン・ジョーンズさん、何がモリスにとって大切な出会いだったのかっていうと、この人は後にラファエル前回出てきましたね、学校で教わる美術はそうじゃないけれども俺らはラファエル以前の芸術を大切にしようぜっていうこの兄弟団がありましたよね、ブラザーフッドの画家になるんですよね、この人。だからモリスとはまたちょっと職種が違うというか、彼は画家なんですよ、なんですけど彼もモリスと同じような興味を持っていて、中世的なものが好きだったりとかゴシック的なものが好き、で彼も聖職者を目指してたんですよっていう共通点も多分多かったっていうのもあると思うんですけど、2人はすぐ仲良くなってもう親友になるんですよね、でですね、その実際じゃあ大学どうだったのっていう話なんですけれども、オックスフォード大学自体は、すごく素晴らしい学校だったっていうふうに彼も言ってるんですけれども、やっぱその講義がこの2人にとってはつまらなかったらしいんですよね。なんかね、今の大学もそうじゃないですか人によると思うけどもね。あんまり授業ちゃんと聞くってあんのかね。そう、なんかめちゃくちゃいい大学に入ったからって言ってさ、なんか講義もすごい面白くてハッピーってみんななるわけではないじゃないですか。そうだよね、いろいろね、興味もあると思うから、でそのモリスとジョーンズは旅行に行ったりもするんですよ、一緒に、フランスの方だったりとかベルギーの方だったりとかに一緒に旅行する、でそこで行く先々でゴシック様式のさすごい立派な建物とかっていうのを一緒に見たりする、でもこれやっぱ建築素晴らしいなみたいなのを考えるようになる。でそのオックスフォード大学っていうのはもともと宗教改革運動における割と総本山的な場所だったんですよね、というのもですね、これちょっとややこしいんですけれども、さっき言ってたイギリス国教会の話があるじゃないですか、それとは別でなんか今のこのカトリックっていう宗教いけてなくねみたいなことを言い出した人がいるんですよ、昔のイギリスに、でそれが14世紀だいぶ前ですよね。そうだね、のウィクリフっていう人がいるんですけど、このウィクリフさんっていう人がオックスフォードで昔教授やってたんですよね、神学、神の学問ですよね、をやっていたとかって、そういうのもあったりして、オックスフォードっていうのはもともと宗教関係においては熱い場所だったんですよ、っていうのもあって多分モリスもジョーンズも期待してたところあると思うんですよね、オックスフォード大学に、なんだけどもやっぱいざ入ってみると、古臭いカトリックの教義だったりとか、っていうものに、あんまり共感できないしみたいな、俺たちが好きなのはこういうゴシック建築だったりとか、そういった美しいものを俺たちは求めているわけであって、なんかそんな堅苦しいしきたりみたいなものって嫌じゃんみたいな感じに多分なったと思うんですけど、そういった芸術と関係ない部分の宗教のいざこざだったりとかっていうのにうんざりしたんじゃないかなっていうのもあっ
て、聖職者になることをやめるんですよ。自分のキャリアを聖職者じゃないなっていう風に2人は考え始めるんですよね。まあいい気づきだよね。学そう校行ってなんかちゃんとさ自分で考えて選んでてすごいなって思うんだけど、そうだよね。まああれだけどさ、うんなんか専門学校行ってさ、その専門学校行ったならその仕事に一旦つかないとっていう人やっぱ多いよね。だから大学も教育学部だったら先生ですとかさ、やっぱ違うよねみたいな、なって、2人ともすごくそういう意味で共感し合えるいい関係だったと思うんですけどね。でですよ、エドワード・バーン・ジョーンズさんは、もう大学辞めちゃうんですよね、その流れで。もうならないから行く意味ないってなったんだ。ってなって画家を目指すんですよね。いいですね。で、モリスは卒業まで行くんですけれども、そういった形で、聖職者になることを早々に諦めますと。で、モリスにとってまたジョーンズとは別のすごく運命的な出会いがこの時あるんですけども、それがジョン・ラスキンとの出会い、ここでまた出てくるんですね。でここで面と向かって知り合ってめっちゃ仲良くなるとかじゃないんですけれども、そのジョン・ラスキンが書いていたベネツィアの石ってあったじゃないですか、あれがもうこの時出版されてるんですよね、でベネツィアの石をその友人たちと一緒に読んで、この本やべえってなるのがこの大学時代。青春ですね。そうなんですよ、で、ベネツィアの石っていうのはそのベネツィアにあった美しい建造物、でそれはゴシックなわけですけれども、ゴシック様式の美しい建造物っていうのがいろいろ戦争によってなくなっちゃってみたいな、それをなんか修復するって言って直すんだけども、それもなんか適当にやってるから、この素晴らしい建造物なくなっちゃうよねみたいな、でこれがなくなることでその社会もどんどん悪くなっていくし、イングランドも今そうなりかねない、ベネツィアがそうなっているようにイングランドでも今美しいものがどんどん失われていっているから、これ以上この芸術だったりっていうものが粗末に扱われて、この世からなくなっていってしまうっていうのはやばいだろうっていう、中国の意味を込めてこの本を書いてるっていう、話をね、ラスキンの時にもしたと思うんですけれども、そういったこのジョン・ラスキンの思想にめちゃくちゃ共感するっていうのが大学時代にあったみたいです。でこれがねもちろん後のアーツ&クラフト運動だったりとか、社会主義的な活動だったりとかっていうところに影響を与えていきますよね。モリスのバイブルになったって感じですかね。そう、いや多分ねめちゃくちゃ嬉しかったと思うんですよねこれ。こんなやばいの書いてる人がしかも自分と同じ大学卒業してて、テンション上がるね。そう激アツみたいな、いいねっていう感じで大学生活を過ごすんですけれども、モリスもねブラザーフッドを作るんですよ、在学中に。で一応メンバーを軽く紹介しておくと、チャールズ・フォークナー、数学者なんですけれどもね、優しく感受性の鋭い人物だったらしいです。傷つきやすいってこと？なんかな繊細なのかでこのフォークナーがね後々一緒に会社やったりとかする重要人物なんですけどね、R.W. ディクスンさんでウィリアム・フルフォード、コーメル・プライスっていうような人たちと一緒に兄弟団ブラザーフットを作ります。なんかやっぱ流行りなんでしょうね、こういう若い人たちが集まってブラザーフットですって言うみたいなやつ。今で言うとギルド作りましょうみたいな、なんだろうね、サークルみたいな感じなのか、モリスもそれを作りますと、でこの兄弟団何をやったかっていう話なんですけれども、雑誌作るんですよね。オックスフォード&ケンブリッジマガジンっていう雑誌を創刊します。でここに自分たちが書いた詩だったりとかエッセイとか、あと批評ですよね、っていうものを掲載したらしい。でこの中にもうすでに労働者の過酷な生活みたいなものを憂う文章だったりとかもあったみたいで、このマガジンを通してモリスの社会に対する考えだったり、そのもちろん兄弟団の中ですごい議論したと思うんですけど、自分の社会に対する意見だったりとか主張っていうのの大元ですよね、オリジンの部分を、この時すごく育んだんだろうなっていうふうに思います。でこれすごくてですね、1年間ちゃんとね毎月出して12号まで創刊するんですよね。なかなかね学生やりながらすごいなと思うんですけど、いいですね。
青春ですよねめっちゃ。いやジンとかはね、そうそうそう、作りたいもん。まあ、ただ、そんなにうまくもいかず、その発行部数っていうのはどんどん減っていくんですよね、お金もかかるだろうしね。そうだよね。でここでそのジョン・ラスキンがこれを見るんですよ。はい、ですごい君たちめっちゃイケてるねみたいな感じで称賛してくれて、しかもこの雑誌にその寄稿文、そのなんだろう、ラスキンが文章書いてくれるっていうことにまでつながる、この人やべえって人から声かけてもらえるっていうのね、すごい嬉しいだろうね。そうそうそう、本当にね。でこれがそのどうやらラファエル全般のつながりなんですよね。あ、そうなんですね。そうっていう意味で、ジョーンズさん画家になるって言ってたじゃないですか。はい、このジョーンズに教えてた画家っていうのがロセッティっていう、はい、前回ちょっと出てきてるんですけど、そうラファエル全般のロセッティっていう画家がジョーンズに教えていて、でもちろんロセッティはラスキンと仲がいいので、でモリスともつながる、つながってるんですね、そうやって。このねマガジン作った年にラスキンと会ったみたいですね、モリスとジョーンズっていうのは。だからね、憧れのラスキンさんと会えたし、なんか俺らの作ってるものも褒めてくれるしみたいな感じですごい幸せだったと思うんですけどね。でこのロセッティもこの雑誌に書いたりとかしますね。でもうこの時にそのモリスは詩をね載せてるんですけれども、この詩がやっぱ出来が良かったみたいで、多分ねロセッティとかめっちゃ褒められるんですよね、それを。これもまただから一連の活動を通してね、自分のできることできないことみたいなのもいろいろ知るきっかけになったんじゃないかなっていうのは思いますよね。でこの結局あれですね、だからロセッティ、ラスキンとモリスとジョーンズっていうつながりがあって、で彼らはもちろんラファエル全般のこの思想だったりにすごく共感している、だから似たような活動をしていくわけですよね、モリスとジョーンズも。っていう意味でなんか後期ラファエル全般って言われたりするんですよね、彼らのことをね、その前期後期の、だから第2世代みたいな、そう新進気鋭の超イケてるアーティスト集団、ラファエル全般の第2世代が出てきたみたいな感じですよね。エグザイルとなんとかみたいな感じそうなんかそのね弟分のチームみたいなね、っていうすごく充実した大学生活を彼は送ります、でもだいぶ大人になってきてるのでちょっと改めて、モリスどんな性格だったのっていう、当時のね兄弟団の証言というかこういう人だったよという記録が残ったりとかするんですけれども、気性がねすごい激しかったみたい、やっぱり。もう元々のあれだからね。そう癇癪持ち、なんだけどめっちゃ体力ある、ずっとね仕事をしちゃうみたいなタイプですよね、でやっぱね落ち着きがないんですよね、多分割とこう興味がいろんなことに移っちゃう、好奇心旺盛はねいい子だと思うけどね。そうですよね。だから甘やかされて育ったからみたいな感じで書いてあったんですけど、それあんま関係なくないと思うんですけど。そうだよね、でそのちょっとね不器用なとこがあるみたいですね、不愛想であまり女性とうまくこう、言葉巧みにお付き合いまで持っていくみたいなこととかは苦手だった、物作ってねその時間がいっぱいね、作んないといけなかったらむずいよね。そうだからそういうちょっと人付き合いとかもちょっとっていうのがあって物に向き合うとかっていうのもあったと思うんですけどね、そうですね、とにかくもう物作りが好きだし、あとはこれ面白いエピソードがなんていうんですかね、カツを入れるために自分の頭をなんか叩いたりするっていう癖があったらしくて、ほっぺを叩いてるのか頭を叩いてるのか分かんないんですけど、たまにこううわーしってやるじゃないですか、なんか気合い入れるためにほっぺをね、パシン叩くと思うんですけど、そういうちょっとねルーティン的なあれなのかな、多分あれですよね、物音とかめっちゃ立てますよねこの人、おそらく。そうだね、ドアめっちゃ思いっきり閉めそうみたいな歩く時めっちゃ落としそう。でもなんかあれね、そういうの興味ないんじゃない、別にどうでもいいでしょって思うんだろうね、バンバンバンってなんか動いてそう、よくいますよねこういう人。そうね、なんかめっちゃ想像できる、そんな感じの大人青年に育ちます、で大学卒業するんですけど、ジョーンズは先に中退してますよね、でジョーンズとモリスは一緒に住むんですよね、でこれがロンドンの方まで出てくるんですけれども、レッドライオンスクエアっていう通り名というか、そのエリアの名前ですよね、エリアとかすごいこう小さいスポットの名前ですよね、そこにお家があって、で、このお家自体をもうレッドライオンスクエアっていうふうに呼んでるんですけどね、どうやら本を読む限り、ここはもともとロセッティのそのアトリエだったんですよ、でこれを大学卒業する時に、一軒ねまた別のところに住んでたらしいんですけど、大学卒業してすぐにロセッティが使っていいよっていうふうに
部屋を貸してくれたっていう感じで、まあ、大学も終わったしジョーンズは絵画をやる、モリスはじゃあ俺はどうしようっていう感じで悩むんですけれども、結局彼は建築の道に進むと、ずっと好きだったもんね。そうで建築事務所に入っていくと、で各々の道でものづくりをしていくっていうのがこう大学卒業後の話になっていきますっていう、そんな感じです。そういう青春ちょっといいなと。いやなんかねちょっと群像劇を見ているようなね気分になりましたよ、僕も読んでて。でも俺大学卒業して、石島さんのところ行ったんだけどさ、特に就活みたいなのなかったから、行った時に大学一緒だったやつ、仲は良かったと思う。俺は仲いいと思ってたから、とたまたま一緒だったの。だそれにちょっと似てる感じはあって、ちょっと久々に連絡しようと思いました。まあ熱いよね、親友とね。そうね、道はちょっとねジョーンズとモリスの場合は違うけれども、そうだよね、同じものを信じてる人たちがね、ものづくりに行くっていう、そんな感じですね。はい、そんなこんなで、モリスは建築事務所に入ります、なんですけど、なんかね建築が向いてなかったらしくて、モリスさん作る方だよねこれって。図面とか引かなきゃいけないじゃないですか。もちろんなんかその図面引くのがなんか微妙だったらしいんですよ。なんで割とね早々に辞めちゃうんですよねこの人。なんですけどこの建築事務所でもすごい大切な出会いっていうのがあって、この時その彼が入った建築事務所で、助手の中でも偉い人をやってたフィリップ・ウェッブっていう人がいるんですけどね、フィリップ・ウェッブってむずいなって思うんですけど、そうこの人と出会いますと、でこのウェッブさんはキーパーソンでして、モリスがこの後建てるお家とかを建設手伝ってくれたりとかするんですよね。でここでねウェッブさんとの出会いは果たしつつ、でモリス建築やめて何すんのって話なんですけれども、この時だからジョーンズがもうロセッティにずっと教わってたんですよね、絵を。でジョーンズとモリスは一緒に住んでるし、場所を貸してくれてるのはロセッティだし、っていうのもあってロセッティとこう頻繁に会う機会も多分あったんでしょうね。自分もロセッティから絵を学びたいというふうになるんですよ。なんかね想像してみてほしいんですけどね、やっぱ自分の大学行ってて、大学授業つまんなくて、こうラスキンっていうやべえ先輩とその人が応援しているラファエル・ゼンパっていう超イケてるグループの弟分ぐらいのポジションに自分が慣れて、大尊敬するロセッティさんが場所も貸してくれて、しかも自分の親友は彼から絵も教わっていると、俺もやりたいってなるじゃんみたいな。そうだよね、自然だよね。そうただ彼のすごい性格が出てるなって思うのは、やっぱこう聖職者もやっぱ違うってなるし、建築もやっぱ違うっていう、こうなんか変に引っ張らないというか、やると思ったらすぐやるし、違うと思ったらすぐやめるし、なんかあんまへこまないし、なんか前しか向いてないみたいな。いいね。ここちょっと主人公っぽいんですよねこの人。そうだよね。っていう形で彼も絵の道に進みます。建築事務所で働きながらロセッティに教わっていた時期もあったみたいで、平日は建築事務所で働いて、週末はアトリエで絵を描くみたいな生活をしていたみたいですね。でそこから建築事務所を正式に辞めて、ロセッティさん弟子にしてくださいって言って教わると。で多分この期間、ロセッティとジョーンズとモリスってすごくずっと一緒にいたんだろうなっていう、そのいろんなものを一緒に見て経験して、多分一緒にご飯も食べて、いろんなものをね、一緒に味わったんだろうなっていうふうには、思うんですけれども、モリスですね絵もちょっと微妙だったらしいんですよ。そうなんですね。普通こんなさ理想的な環境でさ、絵勉強できるってなったらさ、もうちょっと頑張ると思うんですけど。頑張んなかったの？
いやすごい頑張ったと思うんですよね、1日8時間絵を描くみたいなっていう決心して必死に描いたけど、なんかあんまうまく描けないっていう気づいたんだ。気づいたの自分で、でこれモリスのね絵乗っけてるんですけど、うまいけどね、普通にうまいじゃないですか。これねあれらしい、そのモリスが残した油絵ですよね、ですごい数が少ないんですけど、これはこの時ぐらいに描いてるやつらしいんですよね、人物を描くのがまあ苦手だったっていう風に残ってるんですけど、やっぱ俺は違うってなっちゃったんでしょうね、なんだろう、その目がさ超えてるから多分自分の作るものに多分納得いかないとかあるんですよね、こういうタイプの人ね。だからもうすごいですよね。もう聖職者も辞めて建築も辞めて画家も辞めるっていう。もう3回目来るとちょっとおってなるかもね。でも、大丈夫かなって大丈夫かなっていうねまあだからこれができるのもこの人お金に余裕があるんですよ。なるほどね。めちゃくちゃ金持ちだから、余裕なんですよ、っていう中で、まあ、ただロセッティともまあ関係は続いてますよね、ここで将来結婚することになるジェインっていう女性と出会います、ジェイン・バーデンっていう人なんですけど、この人はロセッティの絵のモデルをやってたんですよね、モデルさんだったんですよ。なるほど、でなんかね聞いてる人はぜひ調べてみてほしいんですけど、なんかこの人一般的にめちゃくちゃ美人っていう評価じゃなかったらしいんですよ。そうなんだ。いやなんかめっちゃ綺麗じゃないですか、綺麗だなと思うんですけど、一般的な美女とはちょっと違うっていう感じらしいです、当時のこう、価値観としてね。なるほど。まあ、なんだけどそのモデルさんとしてさめちゃくちゃ目力あるなって思ったんですけど、この人そうだよね。なんか超顔強そうと、めっちゃパワーを感じる、彫りが深い。そういでたちがさ、鼻も高いしね。ちょっと圧倒されちゃう感じありません？なんかランウェイ歩いてそうですよね、そうだよね、この人みたいな、なんか絵になる女って感じですよね。そうっていうのもあって、その画家界隈の中では、この人めっちゃ綺麗ってなったらしいんですよそうなのね絶世の美女、こうスタナーっていうね呼ばれたらしいですね。ちょっと使うわスタナー。そうスタナーっていう呼ばれてたらしいんですけれどもまあただこのジェインさんねめちゃくちゃ家庭貧しいんですよ、でお父さんは馬の世話をする人みたいな、貧しそうですよね、なんかね、そうだよね。なんだけど、まあ、彼女はすごく背が高くて、手足が大きくて、で髪の毛はね縮れた黒髪だったらしい、で血の気のない顔色をしていたっていう風に残ってますね。まあ、ただすごいオーラがあるよねっていう、まあ、この人がこうロセッティと劇場で出会うんですよね、たまたまばったり、であまりにも魅力的だったからロセッティがうちでモデルやらないってナンパする。ナンパしたんですね。そうジェインも OK っていう、いいですね、ついてきた、なんかねここがまたねその人間関係がややこしくてですね、あと当時の結婚観ですよね。ちょっとそういう話だろうなってちょっと匂いがしましたね。そうなんかねロセッティはもう当時すでに婚約者がいて、だからまあジェイン的にはロセッティは対象外、ただねロセッティにちょっと好意はあったらしいんですよね。まあどういう気持ちだったのかね当の本人しか分かんないとは思うんですけど、でそのジェイン目線ね、まあ、ロセッティ自分をモデルにしてくれた人、ありがとうだし、まあ、すごいねラファエル・ゼンパっていう超イケてるグループのアーティストらしい、でその周りにもいるわけじゃないですか、ラファエル・ゼンパの若いイケてる絵描きさんたちが、でもその中でやっぱモリスってダントツで金持ちだったらしいんですよね。何もやってないけど、そうまだ何もだってさ当時のモリスってね大学卒業して、あれも違うこれも違うとか言ってチャランポランしてると言われてもおかしくないような、今ここまでねそういった人生じゃないですか。そうですね。結局ジェインはねモリスを選ぶんですよね。でもこれがねお金持ちだったっていうのもあるし、まあ、モリスは相手もいなかったっていうのもあるし、あとモリスがジェインのことめっちゃ好きになっちゃうんですよね。まあ綺麗だからっていうのもあると思うんですけど、でまあ一旦その結婚するんですけど、まあ、これがいろいろこの後問題になっちゃうみたいな話ですね。でラスキン会でちょろっと伏線を張ってるんですけど、ロセッティがなんか結構女たらしだったって話覚えてます？なんかそんな記憶はあるね。ラスキンが労働者大学で、教えるってなった時にロセッティを誘うわけですよ、お前も一緒に教師やろうぜって、その時にだからロセッティは割とそのモデルさんだったり含めてね女性関係が割とみだらだったから、お前はもうちょっと
ね、若い生徒たちと向き合って、こう教育の現場でちょっと向き合い直した方がいいと思うんだけどなっていう、このラスキンの思惑もあってロセッティを誘ってるっていう話があったと思うんですけど、ロセッティさんはかなりねこのかき乱すんですよね、このモリス夫妻を、っていう話をちょっと次回していければいいかなと思います。すごい、全員婚約者みたいなこと？なんかね、本当昼ドラした方がいいと思う俺このウィリアム・モリステーマにもうデザインとかの話を一切せずというか、それを主題にせずに昼ドラやってほしいってぐらいドロドロしてます、それテーマにスピンオフ会なんかやりたいね、そうね、確かに。だって今んとこジョン・ラスキンもウィリアム・モリスも僕らが取り上げてる人たちはみんな女性関係問題あるみたいなね。まあね、いや何かしら多分今でもあるけどね、まあ俺ら結婚してないじゃない。そうですね。今後さ、もし結婚することがあった時にさ、何を気をつけてればいいんだろうとかさ、そう勉強になりますよ、勉強になるなと思って。またやっぱ当時はそれちょっとこう絵描きとモデルのこう不倫とかっていうのはやっぱ多かったらしいですね。そうなんだね。ドキドキするよね。でもまあ分かりますよね。でもまあでも好きになっちゃうよね多分ね、こういう近い関係を。だってね、このラファエル・ゼンパーぐらいあるとさ、もう知名度があるとさ、そうイケイケでお金もあるしってなると、まあそんなさ純粋に恋愛だけで結婚できるような時代じゃなかったっていうのもありますよね。だからジェインがさすごい悪い女みたいな話でもなくてね、そう合理的な、ね、意思決定だったとも言えますもんね、別にジェインからしたら。そうですよね。自分の家貧しいのに、金持ちの家に嫁ぐことができたのであればさ、ねっていう、まあそんな時代ですよね。なので次回は結婚してからの話ですね、できればなと思います。はい、では今回はこんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。